さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、スプライトアニメーションについてです。左のような感じで、アニメーションの各フレームを構成する画像を用意して、順番に表示することで、キャラクターを動かすことができます。プレイヤーや敵ユニットなどについては、スプライトアニメーションで動かしていたのですが、ショットについては、おおむね1枚の画像で実装していたので、今回は敵弾のスプライトアニメーションを作成してみます。まずはシンプルな動きの敵弾を作成しました。エディター上で各フレームに画像を設定して、アニメーションを再生すると、こうなります。ゲーム作るにはで、重心をずらすアニメーションが紹介されていたので、敵弾の位置を変更したバージョンも作成してみました。左のような感じで、敵弾が6フレームで一周するようにしています。続いては、泡のショットですね。複数の泡が回転するような感じの画像を作成しました。とりあえずはアニメーションで使用する画像を用意できたので、続いてはエディター上でスプライトアニメーションを作成します。まずは作成した画像をインポートして、スプライトエディターで分割します。スプライトモードをマルチプルにすることで、画像を分割できますね。今回のサンプルでは、左のような感じで6分割しました。これで分割した画像を設定できるようになったので、続いてはアニメーションを作成します。先ほど分割した画像をまとめて選択して、ヒエラルキーにドラッグ&ドロップすると、アニメーションクリップが作成されるので、名前を付けて保存します。上部のメニューからアニメーションを選択して、アニメーションウィンドウを表示すると、各フレームにスプライトが登録されていることを確認できます。アニメーションの再生速度については、サンプルレートで変更できますね。今回はスプライトを切り替えるアニメーションを作成しましたが、表示位置だけ変更する場合も考えられるので、続いてはポジションを変更するアニメーションを作成してみます。敵弾としての動きとアニメーションで設定する位置情報を分離したいので、親オブジェクトに敵弾のスクリプトと当たり判定を設定して、子オブジェクトにはスプライトを設定しました。これで敵弾の表示位置を変更できるようになったので、続いてはアニメーションを作成します。ポジションのプロパティを追加して、フレームごとに表示位置を設定しました。アニメーションを再生してみると、デフォルトの設定では滑らかに移動していますね。スプライトアニメーションのような感じで、フレームごとに表示位置が切り替わるようにしたい場合は、アニメーションウィンドウのカーブをクリックして、カーブを編集します。キーを右クリックすると、接線のタイプを選択できるので、すべての接線をブロークンに変更しました。
アニメーションを再生してみると表示位置が切り替わるような感じになりましたね。とりあえずは敵弾のアニメーションが完成したのでエディター上で動作を確認してみます。戦闘開始。スプライトの表示位置をずらすアニメーションがいいアクセントになりますね。攻撃パターンが切り替わると泡のショットを打つようになります。あと30秒くらいですね。泡のスプライトアニメーションもいい感じです。ということで本日は敵弾のスプライトアニメーションを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。